今日は学校に行きたくないという子どもさんへ、そして子育てに奮闘するすべての親御さんへのメッセージをお届けします。今、日本をはじめ世界では新たな教育方法が模索されています。先日、Facebook で見た N さんの投稿に共感したことがありました。小学校に通う N さんのお子さんは、時々学校に行きたくないと言ってくることがあるそうです。そんな N さんの家では、1ヶ月に1回は学校に行かなくてもいい日というのを許容しているそうです。でも、ただ子供が行きたくないって言うから行かせないのではなくて、それなりの理由がないとダメだというシステムになっています。例えば、今研究していることがあって、そのプロジェクトに取り組みたいから時間が欲しいと、その休んだ時間をどう有効に使うか決めて親と交渉しなければならないというのです。休むことで他に何か学べると説得できれば OK がもらえます。この方法は交渉力もつくのでいい方法だなと思いました。学校に行かない時間をただダラダラと過ごすのではなく、何かしら自分の興味があることに使うことができます。また、自分で考えさせて時間を有効に使う訓練にもなっていると思います。ただ休ませるのでもなく、甘やかすのでもなく、そういったご夫婦の態度もいいと思います。休みたいとダダをこねる子供に対して、めんどくさいから、もうそんなに言うんだったら、と折れるのではなく、ちゃんとルールを決めているところや、子供に向き合っているという姿がいいなと思いました。教育とは込めることです。形はどうであれ、子供の成長に真剣に向き合い、思いを込めていくことが大切なのです。先日、アフリカ・ベナンで、たけし日本語学校をゾマホンさんと共同設立し、30年間も経営していらっしゃる山道正幸さんとお話したときに学ばせていただいたことがあります。山道さんは大学では日本で教育者になる訓練を受けていましたが、実際に教育現場を見て不自然さを感じたといいます。そして教育の本質を考え突き詰めた結果、こう悟ったそうです。教育にはまずはその子供が学びたいという意識がないとダメなんだと、学びたいがあって初めて教えられる。そのシンプルな構図が日本にはなかったとおっしゃっていました。ベナンにいる子どもたちにとっては貧困から抜け出す手段として教育があります。山道さんは学びたいけどお金がなくて学べないという子どもたちのために日本語学校を無償で受けられるようにしたそうです。学びたいがあって学ぶが生まれる。日本では本来ならばありがたいはずの義務教育です。でもこの義務教育は今や時代遅れになっている部分も多いのではないでしょうか。AI の進出、テクノロジーの急激な進歩、教師から生徒への一方通行での勉強方法や受け身の教育方法が時代に合わなくなっているというのは誰しもが感じています。そんな学び方を不自然に思う中、子供も親も学校教育の改革を求めています。不登校というのは日本独特の言葉です。アメリカではホームスクーリングが認められているので、義務教育に行かないイコールレールから踏み外れた子供とはなりません。それぞれの州にホームスクーリングをしていますと届け出をし、その州のルールに従って親がその子供の学習状況を報告します。ホームスクーリングをしている子供で大学入学を希望している子供は、ホームスクーリングでちゃんと卒業したという報告さえあれば入学できるというところもあります。また、大検のようなもので高校卒業レベルの知能指数をテストする GED のスコアさえあれば入学できる大学がほとんどです。つまり、ホームスクーリングをしている人イコールダメな人ではなく、家で学ぶという方法を選択したというだけのことで、学校に通っていることは何の変わりもありません。私はホームスクーリングをしている人にたくさん会いましたが、数学、理科、
歴史、英語、外国語などの基本的なことを学ぶ以外にも、子供が興味のあることを伸ばしている人が多く、情緒性豊かな子供が多かったりします。ホームスクーリングをした有名人をざっと挙げますと、トーマス・エジソン、レオナルド・ダ・ヴィンチをはじめ、最近の人で言うと、ジャスティン・ビーバーさん、ダコタ・ファニングさん、そして YouTuber で言うとザック・キングさんなど、挙げればキリがありません。ジャック・キングさんなどは、東京でお会いしてお話しする機会がありましたが、彼の創造性の豊かさには驚かされました。バレリーナのミコ・フォガティさんもバレエダンサーになるためにホームスクーリングをしながら練習をしていました。私たちの子供もアメリカで公立・私立の学校を経験した後、今はベトナムでホームスクーリングをしています。私たちの教育方法について知りたい方は、ぜひこちらの動画を参考にしていただければ幸いです。ホームスクーリングをする人は、芸術・アートの世界観を広げ、得意なことを伸ばし、創造性豊かな子供を育てている方が多いです。また、クリスチャンの宗教の考え方をもとに、ホームスクーリングをしている人も数多くいらっしゃいます。私の友達の息子さんは、幼少期はホームスクーリングをしていましたが、高校から私立のプナホーハイスクールへ進学し、大学へと進みました。ホームスクーリングは政府に認められていて、しっかりと教育を考えている人ほどホームスクールをしているのがアメリカです。日本では義務教育があるために、それに当てはまらないフリースクールなどの教育方法は、まだまだグレーエリアとして存在はしていても、公認されていないため、なかなか浸透しづらいのが現状です。義務教育が当たり前イコール、みんな行くもの、みんな同じように学ぶものという考えはおかしいと思うのです。私たちは大人だって若い頃、なんでこんなことを学ばなきゃいけないんだと疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。当時の大人に聞いてもその答えは返ってこなくて、それでもとりあえず勉強してきたはずです。そんな中、今自分の子供たちになんでこれを学ぶのかと聞かれても困ってしまうのではないでしょうか。私たち大人でさえ学校に行かせるのが当たり前って思えないのです。だからこそ子供たちが学校に行くのか行かないのかで葛藤してしまうのです。ではどうしたらいいのかというと、教育改革について私たちが考えていけばいいのです。日本政府が変わって何か変えてくれるのを待ってはいけません。待っている間に私たちの子供たちは成長し続けています。待つのではなく変えていきましょう。具体的に何を変えるのかというと、私たち一人一人が自分の考え方をはっきりと変えていけばいいのです。不登校というのは、行くのが当たり前と考えるからできる言葉なのです。新たな教育方法を親自身が子供のためにしっかりと考えていけばいいのです。もうすでに義務教育のシステムに合わない子の居場所づくりを始めている民間施設があります。フリースクールがそれです。フリースクールの一つ、花丸学習会を創設されている高浜正信さんがおっしゃっていました。不登校になる大きな理由に不安、無気力というのがあり、その不安、無気力になる理由は、人目を気にしているか、比較をしているか、やらされて生きているか、コンプレックスがあるかだというのです。子供が不安を感じていたり、無気力を感じているなと気がついたら、親である自分自身に問いかけてみてください。今ここで振り返ってみます。可能であるならば、目をつむって皆さん考えてみましょう。お子様がいる方はお子様のことを考えます。お孫さんがいらっしゃる方はお孫さんで考えてみましょう。子供の教育について考えるとき、人目を気にすることはありますか？何々ちゃんのママになんて思われるかなとか、親戚になんて思われるかなとか、今日こそは学校に行かせないと先生になんて思われるかなとか、
迷惑になっているなとか、そんな風に感じていませんか？次は比較をしているかどうか考えてみます。何々ちゃんはあんなに元気に登校しているのに、なぜ自分の子はできないんだろう。なぜ自分の子はハキハキとしないんだろう。そんな風に感じていませんか？次に、やらされて生きているかを考えてみます。あなたの子供は何かやらされて生きているという感覚はあるでしょうか？自分の子供のやりたいという気持ちを伸ばそうとしているでしょうか？子供のやりたいという気持ちがあっても、それがすぐに将来に役立つかどうかで天秤にかけてしまってはいませんか？コンプレックスを感じているかどうか考えてみます。自分が子供の時にできなかったことを自分の子供にさせたいと考えてはいませんか？自分に自信がない部分を子供に押し付けていませんか？誰かが教育を変えていくことを待たないでください。私たちが考え方をオープンにして、おおらかな心で子供の成長を見守ることが大切です。子供はすでに素晴らしい才能を持って生まれてきています。それを伸ばすか、摘み取ってしまうかは、私たちの考え方にかかっています。応援しています。子育て頑張っていきましょう。一人で抱えないでください。子供は村で育てていくものです。みんなで手を取り合って育てていきましょう。このチャンネルでは、これからも心豊かに生きる方法や子育て方法について発信していきます。チャンネルのメンバーさんになると、質問会を通じて心のモヤモヤを解決するお手伝いをさせていただいております。詳しくは概要欄をご覧ください。では皆さん、また明日の瞑想でお会いしましょう。